お疲れ。営業後ベテランホストを呼び出した会長ローランド。ユウシはここで言ったらボスなのよ。でもさ、周りの子からしたらさ、あの人明翔さんにめちゃめちゃタメ口使ってんなってさ、まあめちゃめちゃ些細なことなんだけど、なんかそのユウシのに対してタメ口をやめてほしいわ。平成時代ローランドの絶対的ライバルだった明野翔。そして当時はまだ駆け出しの新人ホストだったユウシ。あれから8年の月日が経ち、日本でも、ね、最高の売り上げを叩いてると思うし、そんな人間がトップにいるってことを忘れないでほしいなと。一緒に俺も走るんで、本当に一日お疲れ様でした。ユウシはローランドグループのナンバー2に上り詰めた。一方明翔は過去の栄光を背負う出戻りホスト。逆転した序列が新たな火種を生んでいた。ザ・ローランドショー屈辱の再会編開幕。店暑くて分かんない。僕は全く分かんないです。本当ですか？はい。なんかほてってんのかな、緊張して。この日明翔はアドレナリンが抑えられなかった。明翔さん、誰大阪にもっとホストを勉強しに来てください。身長184センチ、売り上げも億超えと規格外だった。今こんな大物は見当たらない。ただ明翔はその指輪外して俺と結婚して。32歳になった。そうあーめっちゃ言われます。そう顔も似てるって言われます。めっちゃ痩せたユウシ。ユウシさん俺についてます。一緒にゲスト出勤したのは一回り違う19歳。ここっていちごミルクありますか？いちごミルクいちごミルクお願いします。周りはみんな年下の今時ホストだからこそ腕が試される。家に人入れたくなさそうです。嫌です。温泉とかも絶対嫌です。俺も温泉嫌いなんですよ。大浴場。社員旅行も嫌です。ローランドもなんなら社員旅行嫌いなんですよね。そうなんですか？明翔の言動はさらにエスカレート。ついには接客中の宅で会長ローランドの名まで呼び捨てにした。その当時プラチナの頃とか一人だけ違う国行ったりしました。なんかタイっつってんのに急にタイで降りた瞬間乗り継ぎでカンボジア行ってる。マジ団体行動できないんですあの人。当時のローランドと違ってチームプレーはお手の物。ようやく場を掌握しつつある明翔だったが、今宵のメインイベントはここからだ。まあ今回はその明翔とユウシが初めて絡むっていう。まだ1回も会ってないですよ。ああそうですね。12月出戻りですけど。はいはいはい。あそこ接点がないのか。まあそもそも勤務店舗が違うんで。ユウシさんとじゃあ久しぶりに会うの？あ、そうっす。この間東京来てましたけど、その時僕体調悪すぎて絡んでない。あいつが東京来る時僕体調悪いんですよ。まあしっかり覚えてくださいね。ユウさんをあいつってます。そうよね。思いましたね。しっかり。ユイさんってそっか後輩だ。翔さんの。すごいでもすごっ。だから確かに俺ユウシにタメ口聞いてレオ君に敬語使ってんの変っすよ。確かに。それ変っすよね確かにね。今日ユウさん会った時はどうするつもり？
敬語使うのタメ口でいくの？様子見なんですか？様子見なんだ。ユウシがこの世界に飛び込んだのは19歳。一方明将はオラオラ真っ最中。そのキレッキレなジャックナイフぶりが余計に人気に輪をかけた。ショーンさん、ローランドさん、サランさんは、もう怖かった。もうショーンさんは挨拶しても帰ってこないのが当たり前だった。だけどこうちゃんとめげずに毎日5回挨拶しに行ってました。1回怒られましたよ。なんで？うるせえ。上からしたらもう超神様ですもんね。神様いいんですかみたいな、話しかけていただいてみたいな。ローランドグループには明確なピラミッド型の序列がある。ユウシはその頂点に君臨。一方明将は役職の中でも最下層の幹部補佐。2人の間には3つの階級差があった。そう、月日は人を変える。天と地はひっくり返った。6年ぶりの再会。その構造はあまりに残酷すぎた。お前東京の女になびく。東京の匂いするんだよ。ユウシの次です。ユウシの次か。めちゃくちゃ好きなの。俺もめっちゃ好きや。俺もめっちゃ好きや。でも翔さんにもっと教えてもらったのが翔さんです。ローランドさんって言うんだけど、ローランドさんにもっと教えてもらった。いやなんかホストをしてたっていうか、俺は当時からやる気の多くて熱量高い子が好きだったから。だからやっぱユウシみたいなストイックなタイプはどうしたって好きになっちゃう。ヒーローやな、俺の中で。そうかな。でも俺なんかユウシに多分嫌なことばっかやってたから一番覚えてる嫌なこと、一番覚えてる嫌なこと、まあいわゆる自己まあ一番俺が言った中でひどいこと言っちゃったなっていうのは触んなクソガキって言ってる。いや胸ぐら使われたから。だけどその背景がね。いやそれはでもユウシにも正当性はあった。でも俺は八つ当たりされただけだけど、店舗として間違ってることがあってユウシがそれで怒ってて、でもその怒り方が間違ってるぞと、ユウシ違うぞと言ったらうるせえと、この野郎と、お前なんか代表と思ってねえよと。でもそれはなんだろう、一過性のものというか、彼も本気でその店を考えてやったことだし、彼がちゃんとこう店のことを良くしたいっていう行動の表れだから、俺は別にそれで怒っても一切怒ってもないし。めっちゃ照れてる。そしてこの瞬間を運悪く、よりによってあの男が見た。お疲れ。そういやなんかさ、まあめちゃめちゃ些細なことなんだけど、なんかその融資のに対してタメ口をやめてほしいわ。ああ、わかりました。なんかさプラチナの時もそうだったけどさ、あやりょうさんがさランさんになんか「ラン君」とか言ってんのさ、なんかそれ見るとさ、この人扱いにくいな、でも自分の後輩だよなみたいなさ、わかる？なんかあの空気感。そうそう。俺あれはまあ健全じゃないと思ってて、そうだからまあそのお互いの関係値あるからさ、別に普段プライベートとかでまで敬語使ってとは言わないけど、やっぱキャストがいる前でとかは特にユウシはここで言ったらもうボスなのよ。みんなが
有志の一挙手一投足見て自分の圧倒的ボスが目の前でタメ口使われてるとなんか結構変な感じになるのよね、扱い難かったりするじゃん。自分は全然気にしないけど有志も気にしないと思うのよ。でもさ周りの子からしたらさあの人明翔さんにめちゃめちゃタメ口使ってんなってさ、下の子たちからしたらあいつなんなんだあの人って何なんだろう、後輩だけど仕事教えてあげたいけどなんか接しにくいなになってしまうから。そうそうそう、分かりました。 OK。 これまで幾度となく有志と激しくぶつかってきたローランド。しかし有志が部下にマウントを取られることは許さなかった。自分が呼び捨てにされたことには触れず、ローランドはあくまで有志を立てた。この立ち位置、その屈辱だけが次の明翔を生む。そんなポリシーに火がついたローランドだが、勢い余ってたまに小獣モードも発動。ノアこれパジャマやこれ。何これ。いやその南の流行り、これ流行ってんの大阪。こっちの方が取れるんですよ、スーツより。だから数字でこれいやこれ数字で出してるから、顧客数とかほんまにダサくねこれ。乗り直し先月一番だから会長何本当になしですどうしよだからもうローランドグループ伝ってますよ。うな。もう金払ってってこんなんきゃお前だってさパジャマよ。あれ大阪の服装着ててどうしてんの。大阪の服装着てる。普通になんかノアの格好でだらしなくね。金払ってそうまあプライベートだったらいいんだけどさ、店で着替えて同伴で、まあ、あれで同伴してスーツ着るとかだったらいいけど、一応主任からは割とこう自分の見せ方キャラクターとしてじゃあスーツが自分のキャラクターには合わない服装に関して。店の品格保つって意味だったら俺はね何でもありにするの結構リスクあると思ってて、まあ別に何でもありにしてもいいけどそれ違うんじゃないってなったら、まあ、ある程度上司として、まあ、それちょっとさすがにやめてくんないって。なんか酒まずくなるじゃん、そんなんかさダボダボの服着てるやつとかがいてちょっとナンセンスだなと思うから。この度ですねローランドグループ大阪支部ではですね7月11日そして12日この2日間でオーディションを開催いたします。今回ですね大阪支部まあいろいろと悔しい結果になっておりますが、しっかりねこう未経験者を売らせるっていうことに関しては今でもこの業界でローランドグループは一番強いと思っております。なのでですね人生変えたい未経験者、そしてもちろん経験してるけどローランドグループでやってみたい、ローランドグループで学んでみたい、そんなスタッフぜひぜひ7月11日そして12日ですねこの中からラストコールという番組僕やってるんですけども、ホスト版のラストコールに出演するメンバーも決められたらなと思っておりますので、たくさんのチャンスあります。こんなチャンスなかなかないので、皆様からの応募お待ちしております。